皆さんこんにちは、ランタムです。僕はね、実は結構前から中古のキャンピングカーというのを探してまして、というのが僕にはね、フリードスパイクや7枚の軽があったりして、こちらはね、もう車中泊や旅をするのは全然問題ない状態で、どこでも行けるものではあるんですけども、いざ災害等が起こった時にね、中で生活ができるっていう車が1台欲しいなというふうに考えているのと、あと家族や友達と一緒にね、そういった車で楽しみたいなというふうに考えているんで、今回はね、ちょっといろんな中古のキャンピングカーショーをね、見に行く旅っていうのをしてみたいと思います。で、もちろんね、見に行くだけじゃなくって、良い車両があったら購入させていただきたいというふうには考えてはいるんですけども、とりあえず、今回の旅の予算は1万円というふうにね、させていただきたいと思います。で、タイトルでね、もしかしたら1万円でキャンピングカーは探す旅みたいな格好になってると思うんで、タイトルに釣られた方がいらっしゃるかもしれませんが、この1万円はね、旅費というふうに考えてください。はい。で、キャンピングカーを見に行く場所なんですけども、実はね、富士カーズジャパンさんっていうお店がありまして、どうやらこちらがね、中古のキャンピングカーをなんかめちゃくちゃたくさん置いてあるお店さんらしいんですよね。で、そちらがね、一番近い場所で、四国の高松市にあるんですけども、ここから車で2時間30分で行けるそうなんですよね。で、行くためにはね、瀬戸大橋を渡らないといけないんで、通行料ともいるんですけども、今回はね、この交通費も含めて1万円で行ってみたいと思います。で、ちなみにね、今回移動がすごい長いんで、旅に行くにはフリードスパイクの方が楽でいいんですけども、7枚の軽の方がね、高速道路の通行料が安いんで、今回も7枚の軽でね、旅をしていきたいと思います。はい。ちなみにね、現在の時刻は12時ちょうどです。はい。ですのでね、到着したらね、2時半ぐらいになると思うんですけども、頑張ってね、行ってみたいと思います。はい。行きましょう。はい。ということでね、四国に向かって移動します。まずはね、一般道で、瀬戸橋のね、入り口まで移動しようと思います。で、家を出てからね、なんか今日めちゃくちゃ暑いことに気がついたんで、クーラーボックスからね、小型の冷蔵庫に切り替えました。で、この中にね、家に残ってたちょっと食材とか、あと飲み物なんかもね、入れてきました。はい。ですんでね、食材も腐らせず、冷たいものをね、飲みながら行けるんで、とりあえず安全運転でね、行こうと思います。あ、ちなみにね、今回の移動はもう飛ばし行きたいと思います。はーい。行きましょう。はい。ということでね、高速道路乗ったんですけども、現在の時刻がもう14時です。なんかね、ここに来るだけでから2時間かかりました。地図上ではね、1時間で来れるってなったのから、めちゃめちゃ時間かかりました。で、目的地まではね、40キロぐらいあるんですけども、とりあえず安全運転で行きたいと思います。風が強くてね、めちゃめちゃ車が流されます。今日はね、なんか風速8メーターぐらい吹いてるそうです。はい、栄えてきたんでね、降ります。1区間だけね、乗りました。料金ははい、1360円でした。で、ここから先はね、一般道を使って移動します。はい。ちなみにね、あと20キロぐらいの距離で30分ぐらいね、時間かかるそうです。ゆっくりのんびりね、行きたいと思います。どこ？こうじゃなくて？こうか。よっこいしょ。駐車場はこちら。よっこいしょ。はい、到着です。お疲れ様でした。はい、ということでね、富士カーズジャパン高松店さんにね、到着です。で、こちらはね、ものすごい数の中古のキャンピングカーがある場所で、もう見放題ではあるんですけども、今ね、ちょうど店員さんがおられたんで、
撮影させてもらってもいいですかって言ったらね、OK もらえたんで、ちょっとね、一緒にね、回りながら、キャンピングカーの方をね、勉強してみたいと思います。はい。富士カーズジャパンさんはね、日本最大の中古のキャンピングカーをね、取り扱われてる企業さんで、もうね、この視界にね、入る車両はすべて中古車とのことです。すごい。じゃあ、ゆっくり見させてもらいましょう。で、僕はね、本当にキャンピングカーのことはね、もうほとんど知らないんで、ちょっと見させてもらうと思うんですけども、僕のね、購入プランには入ってないサイズなんですけども、こちら買う前にね、ちょっと中見させてもらいましょう。あ、すいません。ありがとうございます。あ、中広い。K でもこんなに広いんだ。めちゃくちゃね、椅子もたくさんあるのにから、中広いですね。しかもギャレー付き。で、もちろんね、多分、ポップアップルーフで上に上がるやつですね、これは。すごー。椅子をね、あそこちょっと展開してから、ここからここまでね、寝れるようになるみたいなんで、大人2人が寝れるスペースですね。こういったのもありなんだ。いいなぁ。ちなみにね、意外と中涼しいです。今日外暑いのにから。断熱もね、すごいみたいです。すいません、ありがとうございます。ハイエースタイプの分ですけども、これ、どうなんだろう。安いと思うんですけどもね。いや、もちろん高いんですけどもね。でも498万円なんで、この手の分って新車で買ったらね、なんか1000万円クラスすると思ったんで、かなり安いんじゃないかと思います。ちょっと中見せてもらいたいな。いいですかね、中見せてもらって。申し訳ないです。あ、すいません。ありがとうございます。おー、広い。おー、あ、秘密の小部屋もある車だ、これ。あ、バンク部分にバンクベッドあるんですね。すごい。天井ファンもあって。入らせてもらえることになったんで、ちょっと入らせてもらいましょう。おー、すごい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 。あー、すごい、広い。なんかね、天井ね、すごい高いです。こんな感じです。頭上からさらにね、50センチぐらいある。めちゃめちゃ広い。これ 2. 何メートルもある。で、こっちがね、キッチンですね。おー、バッチリ。コンロも2個あってから。ここ料理しやすい。で、上がね、換気扇あります。いいなすごい。で、可愛い電子レンジもここにある。で、一番気になってるのはね、ここの隠し部屋なんですけども、よいしょ。引いて開けると、おー、なんでもルームだ。違う？これがあるからね、ここもしかしたらトイレがあるのかな？それともここにトイレが置いてもいいのかな？マルチルームですね、多分いろんなことに使える。この車両いいですね。こっちバンク部も広い。そうなんじゃ。知らんかった。こんなに面白いんだ。はい。ということで、こちらのハイエースタイプ、すごかったんですけども、こちらにね、キャブコンがあって、こちらもね、なんか、すごいかっこいいんで、ちょっとね、見させていただきましょう。中お邪魔させてもらってもよろしいでしょうか。ありがとうございます。あ、すごい。階段2つある。ほら。入ると、おー、広い広い広い。おー、すごい。うわー、嬉しい。キッチンがね、いいですね。バシ。ごめんなさいね、今回ね、僕の趣味みたいな感じなんで見たいところばかり見るんですけども、ガスが2個あります。で、換気扇付きですね。すごい。調理場がね、広いのがすごいいいですね、これ。高さもね、いい。うちのね、キッチンよりも高さがいい。で、中すごい広いですね、これ。窮屈さがないです。わー。対面シートもね、すごい広い。運転席からね、こっち来れるみたいですね。で、上側はバンクベッドですね。バンクベッドこれ、引き出せる分だ。こんな感じで。寝るときだけこうやって引っ張り出して、置くんですね。うわ、これもいいなぁ。うわー、すごい。必要ない場合はこうやってしまっとけるという。かなりね、これ合理的でいいですね。こういったギミック大好き。この車も、天井すごく高いです。一番高いところでね、2メーター20ぐらいあるのかな、多分。すごい高いです。で、すごいでかい冷蔵庫とかがあって、で、最後にね、みんな気になってるこの秘密の小部屋なんですけども、おー、すごい。お手洗いだ。お手洗いとシャワーです。すごい。完璧なマルチルームですね、ここは。
ああ、なるほどね。ここはシャワーとトイレだけにして、歯磨いたりするときはここでやるって格好ですね。これもすごい。中古のキャンピングカー探し楽しいですね。素晴らしい。ちなみにね、こちらが消費税を込み459万円なんですけども、僕の予算はね、まだまだ低いんで、ちょっとね、手が出せないんですけども、でもすごくいい車両です。びっくり。はい。ということでね、ちょっとたくさんいろいろ見たんですけども、今回のね、僕の目玉がこちらの車両なんですよね。こちらはね、キャブコンの部類に入るんですけども、車両がハイエースの車両なんですよね。で、キャンピングカーのね、中古を探したらこの分に目が開いて、僕はね、こういった角張ったデザインの車ってすごい好きで、うわっと思ってね、ちょっとこちらの車両を見にね、ここまで来させてもらったというのがあります。ちなみにね、こちらの車両はね、A to Z さんのアラモルーフエアコンっていう分で、税込み219万円です。で、車両がね、登録年数が平成8年なんで、今から26年ぐらい前の車両になるんですけども、走行距離がね、8万3000キロで結構少ないんですよね。で、しかもデザインがかっこいいという、僕にね、ドストライクの車両なんですけども、ちょっとね、まず周りから見ていきましょう。ごめんなさい。外観はね、年代相応なんですけども、この辺は僕関係ないんで、心配せずとして、これなんだろう、発電機かな。発電機、発電機付きみたいです。で、これは多分自転車とかなんか、ロックするやつかながついてて、上にね、登るための、はしごもついてます。で、あれはルーフボックスですね、多分。で、反対側こんな感じですね。上側にね、これ面白いのが、でかいの乗ってるんですけども、あれはね、エアコンらしいです。すごい。かっこいいですね。へー。よし。ということでね、ちょっと中をね、早速見させていただきましょう。お願いします。お邪魔します。よいしょ。おー。年代感じる車両ですけども、すごいな、装備がすごい。おー。まずね、ライトなんですけども、ライトはね、なんか、面白い電球がついてますね。可愛いのがついてますね。これ多分ね、乗られてた方が改良されたのかな。で、天井ファンがあって、バンクベッド。バンクベッドはね、こうやって閉じてるためですね。開いて出せるっていう。で、運転席からの行き来はちょっとしづらそうですね、ここは。なるほど、なるほど。で、こっちがあって、なるほどね。机の高さも多分これ変えれるんですかね。で、ここにね、ベンチシートがあります。へえ。面白い。なんだろう。下側にバッテリーとか入ってるんですかね。よいしょ。で、こっちがキッチンですね。キッチンはね、もう本当に相当広いですね、ここのキッチン。すごいな。で、ここに二口のコンロついてる。へえ。水が出る分で、水道まで多分やり直したんじゃないかな。多分これね、新しいタイプだと思うんで、びっくりした。水出た。失礼。多分ね、新しい蛇口の方に変えてるんじゃないかと思います。へえ。で、冷蔵庫とか電気類があって。で、天井の高さこんな感じですね。170プラス、げんこつ1個ぐらいなんで、190センチぐらいですかね。十分ね、広さはあります。で、みんな気になるマルチルームなんですけども、こちらは、おトイレのやつですね。すごい。で、おトイレとシャワー付きです。おー。便利。この車両だったらほんでもどこでも旅できますね。だからすごいですね。フル装備です。天井ファンもあるし。で、これがね、エアコンですね。天井についてるタイプのエアコン。だからこの分でね、車内にいたら涼しく過ごせるという分ですね。すごー。だからね、すごいフル装備な車両ですね。ただし、ちょっとやっぱし、いくつかね、古さは感じますね。この辺にね、ネジを打ち直したとかあったりとか。あと、あの辺がね、ちょっと多分後ろにもたれすぎたのかな？開いたりしてるんで、手直しが必要な車両になりますかね。ちなみにここは、こうやって開いて、広い。バンクベッドのバンク部分は相当広いですね、これは。なんだろう、縦方向にね、大人が3人寝れます、これだったら。広い。素晴らしい。勉強になりました。よし。はい。ということでね、ちょっと車たくさん見させてもらったんですけども、めちゃくちゃね、勉強になりました。で、今回ね、購入させていただく車両っていうのはなかったんですけども、日焼けしもね、OK という風に言われたんで、皆さんもよかったらね、お時間になるときに、富士カーズジャパンさん、高松店さんの方にね、
覗かれてみてください。はい。よし。ということでね、移動しましょう。よいしょ。はい。ということでね、ゆっくり見てこれて勉強になったんで、そろそろね、もう移動しようと思うんですけども、現在時刻ね、3時56分で4時前です。すごく早かったな。2時間ぐらいいると思ったんですけどね。で、どうしましょうかね。今日宿泊する場所なんですけども、現在いるのはここなんですよね。で、今回僕はね、中古のキャンピングカー探しの旅をしてるんですけども、次行きたいなと思ってる店舗が、実はそちらも富士カーズジャパンさんで、場所がね、広島県のしまなみ海道の北の方にあるんですよね。ですんで、こういった風なね、ルートを通りながら、しまなみ海道を渡ってそちらに行こうと思うんですけども、なんか一日でね、行っちゃってもすごく面白くないんで、もうね、せっかく香川県まで来てるんで、ちょっとね、ゆっくり遊びながら、旅の方をね、してみようと思います。ですんで、今回の旅はね、もうゆっくり観光しながら、広島県の方にね、行こうと思うんですけども、ちょっとね、探します。はい。ということでね、いろいろ調べて、今日泊まる場所を決めました。RV パークとかね、いろんな施設使おうかと思ったんですけども、今回ちょっと予算が限られてるんで、一泊目はね、無料で車中泊させていただける、悠々パークの大野原萩野湯さんの方にね、行かせていただきたいと思います。こちらはね、車旅クラブの会員であれば、無料で車中泊させていただける場所で、過去にね、瀬戸内海一周車中泊旅っていう動画を撮った際に利用させていただいたことがあるね、お風呂屋さんです。で、入浴料金はね、620円なんですけども、6時以降は520円なんで、さらに100円安くなるというね、すごくありがたい場所ですね。はい。で、萩野さんまではね、こんな感じのルートで、1時間4分で行けるんですけども、少しね、寄り道しながら行けば6時ぐらいになると思うんで、ちょっとね、6時到着を目指して、ちょっとね、うろうろ寄り道もしながら、萩野さんをね、目指したいと思います。はい。よし。ということでね、行きましょう。富士カーズジャパン高松店さん、ありがとうございました。はい、ちょっとね、休憩です。ミニストップ寄ります。ちょっとね、小腹も空いたんで、なんかね、食べれるもの買っていきたいと思います。行ってきます。はい、ということでね、買ってきました。クランキーチキンのね、うま塩味ですね。うん、美味しい。最高です。で、ちなみにね、買ったのはこれだけで228円でした。はい。ということでね、合計で今1600円ぐらい使ってる過去ですかね。はい。ということでね、ちびちびかじりながら移動したいと思います。行きましょう。はい。ということでね、今夜の宿泊場所の方に向かっているんですけども、その前に、食料品をね、買いに行こうと思います。で、お買い物するのはこちらのスーパーさんですね。はい。到着です。こちらはね、ピカソコンピラ街道店さんというスーパーさんですね。四国にはね、たくさんスーパーがあったんですけども、ピカソさんはね、この辺に1軒しかなかったんで、今回はね、こちらの方でお買い物をね、楽しませていただきたいと思います。よし、行きましょう。お芋屋さんだ。すごい。じゃあね、行ってきます。めちゃくちゃでっかいアメゴが売られてる。すっごい嘘なんですけども、今禁酒中でね、お酒飲めないんでね、我慢しときます。すごい分かりました。1ポンドステーキですって。うわ、美味しそう。こんなんね、アウトドアあったらめちゃくちゃ焼いて食べたいですよ、これ。うわー、初めて見た。はい、いい買い物がね、できました。OK。はい、ということでね、ピカソさんですごいいい買い物がね、できました。で、何を買ったかね、後にして中に入れていきましょう。OK。はい、すごいかっこよかったのが、ピンクの芋屋さんっていう、ピンクの蔵に乗ったお芋屋さんでした。すごい。よし、じゃあね、無事買い物も済んだんで、もう宿泊予定地に向かいたいと思います。多分ね、着いたらちょうど6時ぐらいです。行きましょう。よし、行きましょう。はい、そろそろですね。
ぶり。はい、ということでね、萩野さんに到着です。3年ぶりぐらいじゃないかな。で、場所はね、確かどこでもいいはずなんですけども、比較的ね、静かそうな場所を選びたいと思います。はい、到着です。お疲れ様でした。はい、ということでね、大野原萩野さんに到着ですね。で、現在時刻はね、6時16分です。いい時間に着きましたね。で、こちらはね、車旅クラブの会員であれば、入浴料だけで車中泊させていただける場所なので、今から準備して、チェックインしてね、お風呂の方にもね、入っていきたいと思います。よし、行きましょう。現在の時刻はね、6時20分ぐらいです。いつもね、こういったところ真っ暗になってから来てるんで、今日はね、すごく早く着けました。で、今日はね、土曜日の夜でから多分人も多いと思うんで、中の撮影ね、多分せずに出てくると思います。よし、ということでね、行きましょう。よいしょ。そんな、はい。はい。あと車中泊をさせていただきたいんですけども。大丈夫ですね。あ。はい、すみません。はい、ということでね、撮影許可もいただけたんで、行ってきたいと思います。よいしょ。はい、上がりました。気持ちよかったです。人がめちゃくちゃ多かったです。大人気のお風呂ですね。ちょっと見させてもらいましょう。なんかいろいろあるな。すごい。筋トレルームがあるけども、ここってもしかしたら無料で使えるんですかね。特にね、料金と書かれてないんで、利用させてもらってもね、よかったみたいですね。知らんかった。で、ゲームコーナー。面白いのがある。これ、ポングですね。世界初のゲームのはずです、確かこれ。すごい。こっちはね、リラックスルームですね。へー。珍しい自販機見つけました。ここにね、カップラーメンとかパンとか並んでるんですけども、この支払いはね、自販機のこの辺のボタンで購入するようです。画期的ですね。お弁当とかもらえてます。すごい。チキンカレー売られてるけども、すごい、こんな売り方初めて見た。美味しそう。駄菓子もね、売られてますね。これ443円やったら360円です。360円。はい。じゃあいただきます。これどちらで買えばいいの？そちらで。フロントで。はい。値引きしてもらったんで購入させてもらいます。すごいのがあった。はい、お願いします。はい、すいません。よし。いいのが買いました。ありがとうございます。はい。よいしょ。ありがとうございます。はい、いいお湯でした。本当にね、お客さんめちゃくちゃ多い。ひっきりなしに入ってる。とりあえずね、チキンカレー買ったんですけども、こちらちょっと車に戻しておきましょう。今日ね、気候がいいからすごい気持ちいいな、これ。よし、じゃあね、車持ってきたんで、車内でね、少しゆっくり過ごしましょう。よいしょい。はい、ということでね、車に戻ってきました。現在の時刻はね、19時56分ですね。ですね、1時間40分ぐらい、お風呂の方でね、ゆっくりさせてもらいました。ちなみにね、なんか車内の気温が18度もあってからもうめちゃくちゃ暑いです。今もう半袖です。だからね、数日前まで、氷点下の中でね、車中泊してたんですけども、今はね、一転しても、すごい暑いです。はい。よし。ということでね、晩ご飯にしようと思うんですけども、今回ね、ちょっとすごいね、美味しそうなもの売ってたんで、こちらを買ってきたんですよね。これね、柔らかく煮られたでっかいチキンが1個丸ごと入ったカレーで、443円をね、2割引きで360円にしてくれました。めちゃめちゃ嬉しいですね、これ。ですね、こちらをちょっといただこうかと思ったんですけども、今回ね、先ほどのスーパーでこれぐらい買い物してきてるんですよね。で、香川県はね、骨付き鳥っていうのが有名なんで、買ってきたんですけども、これ、骨付き鳥がね、被っちゃうというとんでもない状況になってしまったんですよね。で、さらにね、ハムが売ってたんですけども、このハムがね、半額で売れたんで、こちらも買ってきてるんですよね。どうしましょうかね。鳥が被っちゃってるんですけども、仕方ないですね。この辺ね、両方とも食べたらちょっと太っちゃうかもしれないけども、食べましょう。で、チキンカレーは、僕、電子レンジとか持ってないんで、向こうね、さっきの、萩野さんの方に行ったらね、チンさせてくれるんで、させてもらって、これを食べながらこちらを焼こうかな。そんな感じにしたいと思います。で、こちらの方はね、ちょっともう、また別の機会でいただきましょ
まずはね、チキンカレーをチンさせてもらっていきましょう。よし。行きましょう。車にね、電子レンジがあればよかったんですけども、ないんでね、すいません。温めさせてください。はいはい、どうぞ。すいません。あった。よし。やっぱり電子レンジいりますね。あったらすごい便利なんでね、車載を考えましょう。よし。お、バッチリ。熱々です。戻りましょう。すいません、ありがとうございます。嬉しい。はい、ただいま。よいしょ。よし、ということでね、ちょっと温めてきたんで、もう冷める前にね、いただきましょう。お肉焼くのは後です。はい、めちゃくちゃ美味しそうですね。ということでね、いただきたいと思います。いただきます。果たしてお味は。うわー、すげえ。あのね、骨持ったらね、身が離れた。ほら。すごい。うわ、すごい。こんだけ煮るのってね、結構これ手間なんですよ、鶏肉って。うわこれ、大当たり引いたかもしれん。ちょっとじゃあね、スプーンで、お肉とカレーをね、同時にいただきましょう。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。これ大正解ですよ。本当に美味しい。ためごろう日替わり丼っていうのが書いてありますね。ためごろうさんっていうね、お弁当屋さんの分だと思うんですけども、もうね、めちゃくちゃ美味しいです。すご。一口でわかるこの美味しさ。鶏の骨自体がもう柔らかいです、これ。本気でね、これ、鶏の骨、多分、食べれるぐらい柔らかいです。ほら。まあ、食べませんけどもね。でもね、それぐらい柔らかいです。はい。ということでね、めちゃくちゃ美味しいカレーを食べてる最中なんですけども、こちらもいただきましょう。骨付き鶏ですね。で、これね、もう本当にね、すごい、今ね、ガーリックの匂いがしてるんで、ちょっとね、調理方法を少し考えます。で、調理はね、フライパンを使って焼こうと思うんですけども、これですね。最近気に入ってるクッキングシート。これはね、くっつきにくいホイルよりも、アルミホイルがね、厚いんで、すごいね、いろいろ重宝します。で、これをちょっとね、こんな感じで、横をね、外に広げて、蓋が取れるようにするんですけども、この蓋の方にもね、ホイルをかぶしておきましょう。というのがね、ガーリックを含んだ油が飛び散ってから、多分匂いが染みつくんで、それをね、もう未然に防ぎます。ぬるぬるした方が外。OK。で、開けるんですけども、多分これがね、油というかバターだと思うんですよね。これで焼くタイプだと思うんで、まずはここにお肉を置いて、で、火はね、じっくり、中火とかぐらいで通していきます。で、あとはね、もう窓しっかり開けてから、換気をしながらね、料理しましょう。多分ね、ガーリックの匂いがすごい出てきます。で、焼いてる間にね、この超美味しいカレーをいただきましょう。ちなみにね、カレーとか食べてから手抜きとかで思われるかもしれませんけども、僕ね、そういったその出先でのね、お惣菜とか、お弁当なんかもね、すごい楽しみにしてるんで、全然ありな選択です。逆にね、今日の選択は間違ってませんでした。はい、いい感じだと思うんでね、ちょっと一遍火を止めてから確認してね、ひっくり返してみましょう。よし、はい、落ち着きました。おー、いい感じ？なんかちょっと縮んだけども。よいしょ、おいしょ、おー、いい感じ、いい感じ。で、またね、しっかり焼けます。よし、いいかな？ちょっと火を止めて置いときましょう。どうかな？おー、いい感じかもしれん。よし。蓋すっごい油がついてる。蓋にホイルかぶしてね、正解でした。このままじゃね、蓋が開けれないんで。ちょっと真っ暗になったな、これ。でもね、表面だけです。多分ね、中はちゃんと火が通ってます。はい。よし、じゃあ揚げましょう。よっと。完璧ですね。よし。とりあえずね、油吸わせましょう。これでも置いときましょう。よし。はい。OK。よし。じゃあね、いただきましょう。果たしてお味は？美味しいです。めちゃくちゃね、上手にできてます。ちょっとね、味は濃いめなんですけども、中まできちんとね、火が通ってから、めちゃめちゃ美味しいです。
これはね、ビールに合うやつですね。で、そうだと思ってね、オールフリー買ってきてるんで、こちらをね、いただきましょう。これはね、ノンアルコールビールです。いただきます。うまい。はい。ということでね、お肉とお酒が出揃ったんで、あとはね、またタブレットを見ながら、ゆっくりしたいと思います。はい。ということでね、ゆっくり食べて、のんびりして完食です。ごちそうさまでした。で、そうこうしたらね、もう12時です。だいぶのんびりしました。で、今日使ったお金をちょっと見てみたんですけども、こんな感じで、全部でね、1日目の合計が3286円使ってるんですよね。ですんで、残金が6714円ではあるんですけども、実はね、四国からしまなみ海道を通って広島に行くのに、下でも2000円ぐらいかかるんですよね。で、あとね、明日もお風呂入りたいんで、お風呂にね、1回入ったら500円とか、あと RV パークで泊まったら2000円とかいるんで、ここからね、4500円ぐらいちょっと引かれちゃうんですよね。ですんで、実質残金はね、2214円なんですけども、ここにね、さらに帰りのガソリン代がね、1000円とかいる可能性があるんで、それ含めたらね、もう本当の残金は1200円ぐらいしかないんですよね。だから、宿泊と移動費に旅の予算のね、半分ぐらいを取られてるような格好なんで、今日だからね、ミニストップ余計でしたね、これは確実に。カレーは美味しかったんでいいんですけども、ミニストップがちょっとね、ダメでしたね、これは。困ったな。なんかね、結局、1日目終了の時点で、かなりね、切り詰めた旅になったんですけども、ちょっとまあ、行けるところまでね、行ってみたいと思います。で、ちなみにね、でも食料品はね、まだ結構あるんで、家から持ってきたようなものもあったりするんで、この辺をね、うまく使えば、なんとか完結できそうな気はするんで、ズルなしでね、頑張っていこうと思いますんで、皆様ね、ちょっと、応援の方よろしくお願いします。はい。まあ、ハムがあるからなんとかなるかなっていう感じですね。まあでもちょっと、ここから先はね、本当に腕の見せ所になってくると思うんですけども、頑張ってね、行きたいと思います。はい。よし。じゃあね、ちょっとパッと片付けてから、寝る準備します。ゴミの片付け方なんですけども、こういったものをね、車の中に置いてたら、車の中がニンニク臭くね、なっちゃうんで、全部ね、アイラップに入れてしまいます。よいしょ。匂うものはね、こんな感じでもう1個のものに包んじゃって、もしあれだったらね、二重とかにして、で、この状態で、持っとけばね、匂いは車内にね、広がらないと格好ですね。よいしょ。よし。はい。OK ですね。よし。じゃあね、寝る前にお手洗いだけ言っておきましょう。はい。もう誰もいませんね。こちらの場所はね、夜間はお手洗い使えないんですけども、この先にね、公園があって、そちらのね、お手洗いが24時間使えるんで、夜間はそちらを利用させていただくという格好ですね。ちなみにね、徒歩1分ぐらいです。よし。こちらですね。じゃあね、行ってきます。利用させていただきました。車に戻りましょう。はい、ただいま。よいしょ。はい、帰りました。よいしょ。よし、じゃあね、もうそろそろ遅いんで、休みましょう。はい、お風呂にね、戻りました。今ね、車内の気温はね、16度ぐらいあって、なんかめちゃくちゃ暖かいです。とりあえずね、夜も遅いんで、もうね、休みたいと思います。おやすみなさい。調理家電がね、ありますね。この辺がね、僕のエリアで。これ安いですね。山津の電気グリル。魚臭さあり。3500円。